こんにちは、ボイチです。私が漫画センターについての話をたくさんしてあげました。国際漫画センターというのは本当にとても役に立ちます。その国の政府が運営する漫画センターは漫画とコミックス発展のための神の一手だ。こうやってお話したんですが、日本政府が漫画、アニメ、ゲームのための司令塔になるセンターを建設するそうです。それでこのニュースに対して私が関与してこれについて話をしました。例えば行田市にセンターを建設した方がいいと思う。行田市じゃないなら関東平野のどこに建設した方がいいだろう。とにかく東京23区じゃなかったらいいな。ドジャース球場くらいの規模で建設すべきだ。ドジャース球場より小さい時は漫画図書館や漫画展示室があってはならない。ドジャース球場より大きくなればできることは無限だといういろいろな話をしていました。なのに数日前に韓国で驚くべきニュースを一つ見ました。韓国の新セゲというグループがあります。とても巨大なグループです。この新セゲというところで韓国にテーマパークを建設するそうです。テーマパークが漫画センターと何の関係があるのか。このテーマパークプロジェクトをご紹介しますと、新セゲというグループが韓国でテーマパークを建設し、このプロジェクトの名前はファソンプロジェクトと呼ばれます。このプロジェクトは韓国のお金で4兆6000億ウォンだそうです。円に変換すると5000億円を超えます。この前の日本の漫画産業と年間売上高が少し似ているようです。今年間7000億円を突破したので今は差が少しありますね。約6年前に日本の漫画産業の年間売上規模と同じくらいこのお金を使って建設するそうです。そして重要なのは建設するところが韓国の首都ソウルではありません。ファソンプロジェクトという名前からもわかるように韓国の首都圏でファソン市というところがあります。そこに建設するそうです。そこにこんなに広い野原があるそうです。そこに建設するということです。そして広さが420万平方メートルだそうです。420ヘクタールです。ドジャーススタジアムの3倍のサイズです。そしてこの420ヘクタールの広い土地にテーマパークだけではありません。テーマパークの各種付帯施設、リゾート、ホテル、ショッピングセンター、これを一度に5000億円を超えるお金を使って、これを一気にドジャース球場の3倍の広さの地に420ヘクタールにこれを一発で建設するということです。ではなぜ私がこのニュースに興奮したのか少しわかりますか？そしてこのプロジェクトをするために韓国の公共機関の支援を受けています。当然ファソン市に支援を受けるでしょう。その次にどこに支援があるかというと韓国水資源公社から受けるそうです。急に水資源公社？水資源公社から支援を受ける内容は皆さんと大きな関係がないのでこのまま進めたいと思います。いずれにせよ水資源公社が支援するプロジェクトです。韓国の代表的な超巨大グループのテーマパーク建設プロジェクトをなぜ水資源公社が支援するのかというと、この水資源公社はファソン市の中に新しい新都市を建設するということです。この新都市は皆さん驚かないでください。なんと5500万平方メートルにもなります。5500ヘクタールです。ドジャース球場約40個の広さです。とてつもない規模の新都市を水資源公社が主導して建設し、その中にこの巨大な規模のテーマパークを建設するのに、これを新セゲグループが引
き受けるということです。本当にすごいプロジェクトです。この壮大なスケールが素晴らしくないですか？すごいじゃないですか？韓国は本当にすごい国です。壮大なスケールが21世紀の特徴です。ビジョンがすごくて IT 的なホラーを吹かなければならず、実際にも壮大にしなければなりません。これが21世紀ですよね。これをやるということです。ソウル近くの首都圏のファソンという土地にですね。じゃあなんであえて新都市にこの巨大なテーマパークが必要かという疑問があるかもしれませんが、理由はこの都市のコンセプト自体がエンターテインメント都市だそうです。ここに5500ヘクタールの最初から建てられるこの巨大な新都市、これはコンセプト自体がエンターテインメント都市ということです。すごいプロジェクトですよね。私が東京23区で建ててはいけない。時間がかかりお金がかかりすぎる。できるだけ早くしなければならない。同じ予算でできるだけ広い土地が必要だ。日本漫画センターはドジャース球場くらいの規模にすべきだ。つまり140ヘクタールほどになる。ずっと私がこうやって話してたんですが、ここに420ヘクタールのテーマパークプロジェクトが存在します。センターは自治体の発展に寄与しなければならないと言いましたが、この韓国のファソンプロジェクトは自治体の発展にとてつもなく寄与するプロジェクトであることは確かです。だからその自治体が支援して歓迎するんですよね。私が漫画センター建設は早く進めなければならないし、費用を節約できるようにできるだけ人が多く住んでいない土地じゃないといけないとお話したんですが、案の定テーマパークを野原に全部建てるそうです。韓国がうまくやっています。世界の霊感を与える国です。私の故郷なのでとても誇らしいです。日本は東京電力から支援してくれればいいのではないでしょうか。漫画センターですが、日本の文化センターが支援すればいいのではないでしょうか。韓国は水資源公社が支援するのに、日本は東京電力が支援してもいいのではないでしょうか。いろんな面で似ていますよね。もちろんこのファソンプロジェクトは圧倒的にスケールが大きいです。私がこんな主張もしました。漫画センターだけでなく、漫画センター、アニメーションセンター、ゲームセンター、映像センター、このように4つのセンターが必要で、そして日本文化コンテンツセンター、総合撮影所、これらが全部集められていたら、テーマパークも一緒にいたらいいなと思うかもしれません。人が多いところには公園場もあればいいだろうし、図書館もあればいいですね。そしてホテルの宿泊施設も作られるだろうし、ショッピングできるところ、ご飯を食べられるところ、こうして作られているうちにこれが一つの観光地になるのです。それでこういうのが一度に入る土地が必要だとお話しましたが、これを一度見てください。このファソンプロジェクトはとても良いロールモデルじゃないですか。韓国水資源公社のこの新都市プロジェクトもとても良いロールモデルではないでしょうか。埼玉行田市に新都市を建設しなければならない。いかがですか？しかし私はそこまで主張しません。とにかく最大に広い土地にできるだけ早く一度に全部集めて、その自治体の発展に多大な貢献をして互いに有機的につながっている、そんなところ、そういうセンター、その中の一つとして日本の漫画センターが建設されるべきだというのが私の主張です。ディレクターさんはどう思いますか？私たちが主張し続けていることととても似たプロジェクトだと思います。話を聞いてみるとよく似ていますよね。私もびっくりしました。私の考えではこのように主張と一致することは私の主張が正しいという証拠です。なのでもう少しお話しすると、私が見た記事によれば、日本で漫画、アニメ、ゲームのための司令塔となるセンターを建設するという記事が出たんですけれども、漫画、アニメ、ゲームは必ず分離しなければならないと思います。総合的な司令塔になるなんかがあるのはいいですよ。
いいですが、いずれにせよセンターは全て分離されている必要があります。分離できないとどうなるのでしょうか。さあ皆さん、センターを建設したとしましょう。漫画、アニメ、ゲームの司令塔となるセンターを建設しました。このセンターにはセンター長がいないといけませんよね。センターのトップを選ばないといけないじゃないですか。公務員をトップに任せることはできません。公務員はその上で管理者の役割をしなければなりません。業界の専門家がこのセンター長を務める必要があります。このセンター長は漫画、アニメ、ゲームどこで選べばいいですか？この3つ全てにまたがっている誰かが存在しますか？もしこの3つの中で1箇所にいた方を選ぶことになったら、その瞬間そこはこれ以上漫画、アニメ、ゲームセンターではなくなります。アニメの方から選ぶとそこはアニメセンターです。ゲームの方で選ぶとしたらただのゲームセンターです。センター長がそうしないようにしても無駄です。なぜかその方が今まで生きてきて一生懸命努力しながら業界の立派な人になるまでその方を助けてくれた、あるいはその方と一緒に働いたその業界のみんながその方に会いに来るからです。そしてその方は誰よりも自分の分野を愛する人です。ところがこのセンターが運用できるこの資金を公平に分けましょうか？当然ダメですよ。私はこの現象を韓国で見ました。これを直接見て経験しました。韓国にコンテンツ振興院というところがあります。コンテンツ振興院という名前らしく、韓国のコンテンツと関連した全てのものを支援しなければならないのに公平に支援したのでしょうか？ダメでした。それは簡単ではありません。だからこそ分散しなければなりません。そして最初から運用できる支援金を全て分けていなければなりません。最初から分かれてないといけません。お互いにこうやって持って分けて持つか、ちゃんと分配してみようか。ダメなんです。最初からセンターも分けて支援金、運用資金それぞれが必要です。お互いに近いところに集まっていてお互いに交流をするんです。お互いに助け合って応援して一緒に力を合わせてもっと良いところにしようとするのであって、資金は全部別々にしなければなりません。センターも別々にやらないといけません。これが私の主張です。そして主張し続けますが、早く立てないといけません。できるだけ早く日本文化が起こるタイミングで日本の漫画産業が成長している時、パッと引き上げることができるように早く作って早くやらないといけません。そして何より日本政府のグローバル4倍の成長、この計画は9年以内に達成しないといけないじゃないですか。2ヶ月後には8年以内に達成しなければなりません。8年間の達成が必要なのでセンターが早く建設されなければなりません。なので速度が本当に重要です。そうして私の主張と似ている、参考になるようなそんなニュースを発見したのでこのように申し上げます。私の考えでは、もし私の主張のようにこのような巨大ないろんなセンターが一緒につながっていてテーマパークもある、もしこれを構想する日が来たらここ韓国のファソンプロジェクトを参考にしてみるのはどうかと思います。そしてブラジルの話は欠かせません。漫画都市を作る日が来たらファソンプロジェクトではなく韓国の水資源公社がするという新都市計画そのものに、それを一度参考にしてみるのはどうかと思います。今回の映像はここまでです。今日も聞いてくださってありがとうございました。